こんにちは、春日部紬です。ダニサリア入れたらアグロは形になる説を提唱しています。今回は白黒ファイレクシアンですが、名誉ファイレクシアンのサリアと共に BO1 を戦っていきましょう。試合の方はお相手赤タンに勝つためにこのデッキを組んできましたので、当然大得意の相手、ダニで守る相手も特にいないので、お相手の打点削り優先で構えていましたが、すかされる形。とりあえずマナがもったいないので焼き鳥はさばいておきましょう。そしてお相手あからさまに火遊び構えてエンド。こちらは4マナ目引けたのは悪くない。メインで肉体くらいキャストしてエンドです。お相手エンドに火遊び。戦術は上のようです。有効パイを引かれてしまいます。お相手まず無謀なる衝動から再電壊しキャスト。肉体くらい取れないなら終了ですね。こちらは4マナ出たのでダニ肉体くらいとキャストして3点アタックしてエンドです。お相手即走から機械河川。しかしここはアタックせず、即走がアタックしてたらブロックしてたかも。はい、そしてアグロ積みの1枚。まず6点入れて試合終了の1枚をキャストしてエンドです。お相手ラスト1枚はチャンドラ。そしてここで投了。対戦ありがとうございました。2戦目対戦よろしくお願いします。微妙なところからの録画ですが、こちらはかなりの高反動。生体融合の解体者をキャスト。ロード能力も強いですが、進化は威迫付与の方だと思っています。こちらは切り崩しを引いてきれいに1マナ2マナとくっつきました。早速除去して4点入れてエンドです。お相手噛みつく相棒キャスト。喉首の宛先としては微妙ですね。と思ったら無鉄砲をキャスト。対象は相棒。スタックで除去して有利トレードと思いましたが、相棒のキャントリと無情の神で相手のハンドが1枚増えてます。しかしテンポはこちらが圧倒的に有利。スクレルブとシェオルが並んだらエンチャントじゃかなり厳しいはず。お相手無情の神キャストして終わり。ハンドは一体何なんだろう。そしてこちらは容赦なく2枚目の解体者。威迫で全員アタックが通ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。3戦目対戦よろしくお願いします。1、2、3と動けて除去もある高ハンド。キープでお相手山から親の顔より見たくまの。これは赤タン。こちらは解体者キャストできますが、喉首構えた方が強いという判断。1点パンチして構えて5です。お相手フェニックスのヒナ。また除去したくない鳥が出てきました。もう1枚ヒナだったのでスタックで片方除去します。1点受けて残り18点。こちらは無事土地を引けました。立証者を引いた時にかなり裏目になりますが、サリアをキャスト可能になるように部族ランドは指定人間。そしてファイレクシアの検閲官。各ターンファイレクシアン以外の2枚目キャストを封じる上に、ファイレクシアン以外はタップ状態で場に出る能力を持ちます。熊野も一旦追放されてから戦場に出るのでタップ状態で戦場へ。ここでマナ立てて2点パンチされたら通さざるを得なかったので2点得。そしてこちらトップはキャストが非常に遠い立証者。ここサリアがタップ状態で戦場に出て困惑。名誉ファイレクシアンじゃなかったのかよとか言ってたら、ここで一番刺さる再電壊しを持っていたお相手。一応白でないか試してみたけどダメでした。というか検閲官のおかげでもうこれ以上キャストできないから呪文つける意味なかった。そして3点受けて残り13点。立証者まで届けばほぼ勝ちなので、ここは殴り合いをやめてお相手の打点を下げるようにしましょう。こちらの解体者にはお相手即除去。検閲官が生き残った方が美味しいかな。というかよく見たらオートタップくんは何してるんだ。使えない起動能力も一律で優先して残しちゃうんですね。そしてドローは追加の除去。お相手のリソースも枯れたしトップ勝負の様相に。お相手ドローは土地。もったいないですがヒナは喉首。そしてこちらのドローも土地ですが、
キャスト先のフィニッシャーが控えてるので有効パイです。お相手嵐探しキャストはのど首で即除去。そしてこちらは完璧な白い土地トップ。マークロしか出ない土地はデッキに4枚しかないんだけど、そして絶望の立証者をキャスト。こちらも次を引かないと殴りづらいのですが、構えていても顔焼かれて終わりなので、何か出てくるまでは殴ります。お相手だいぶマナフラしてますね。まあこちらも同じだけ引いてるのでおあいこということで、お相手残り6点、あと2発ですが果たして。お相手のトップはひな。これならスルーで良いですね。そして5枚連続の土地、稲妻2発とか赤敵大社とかの負け筋がまだあります。お相手トップはフェニックス。これなら勝ちでしょう。そしてお相手の自害が決まり、こちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これはかなりいい感じ。お相手トライホームタップイン。ランプっぽい。こちらはサレアをキャスト。ちょっとでも手が止まってくれるといいけど。お相手さらにタップイン。これでハント達成ですが、力戦は2マナに課税されています。こちらは今のうちにビックスでリソース回復。ランプ相手だとラス1回は覚悟しないといけません。お相手装飾庭園を踏み歩くものをキャスト。ランプはいつも3ターン目に緑緑出てるように見えるんだけど、こちらはこのターンに解体者出すかどうかなのですが、威迫つける方の能力が押し込みに使えそうなのでここは温存です。まずは戦場の2体でアタックして2ドロー。ここは検閲官キャストで、全リカー進行とかも裏返せなくなるので今刺さる1枚。お相手2枚目の踏み歩くもの。これで6マナ。こちらは妙に解体者が吸い付いてきますね。そしてここは攻め時。解体者2枚投入です。3体で12点アタックして3ドローです。そしてお相手ライフ残り1。サリア君今からでもファイレクシアンにならない？まあライフ1だしこの盤面です。さすがに勝ったなが母。はい、知っていたとはいいタイミングで使われますね。とはいえ相手のライフは1なので、残りのリソースで攻め立てるだけです。まずは人間の潜伏工作員から。ファイレクシアの宣教師。全部追放なので墓地には何もいません。解体者は今出すよりも次に出した方が有効な可能性が高いので温存で。お相手コツか。まあ持ってますよね。今まではランプ優先で除去は抱えたままだったんでしょう。そしてメインから力戦。これはやばい。こちらを2体落として培養機起動。9に2ターンクロックに除去スペルだけで負けそう。こちらは解体者から。スクレルブキャスト。竹沼構えて5です。これで除去なければギリ耐えてますが。お相手メインブレの渡りキャスト。もうダメだ。おしまいだ。手が投了に伸びかかります。でもこの状態を返せるカードなんてデッキにありました。やっぱりファイレクシアンの主役は彼女しかいないです。解体者にはジャンプしてもらい。トップは検閲官。先ほどジャンプさせたことから除去はないのは確実ですが、一応検閲官から言っておきますか。そしてお尻が大きい頼れる彼女をキャストしてエンドです。お相手特に何もなく、シェオルの誘発で試合終了。対戦ありがとうございました。というわけで白黒ファイレクシアンでした。以前にこのカード使ってて一つ思ったことがあります。相手だけクリーチャーがタップ状態で戦場に出るって赤タンにめちゃくちゃ刺さるなということでほぼ同格の能力を持っていて1マナ安い検閲官を強く使いたいデッキを組みました。そして前回の動画をご覧になった方ならご存知と思いますが、スタン BO1 は4回やったら1回は赤タンに当たるくらいの赤タン天国です。なので思いっきり赤タンとアグロを目立ったデッキなら BO1 で勝てる説を実践するためのデッキがこちらです。ライフリンクとフェイトベアで序盤をしのいで、最終的に2枚の強烈な4マナフィニッシャーに到達させる感じです。立証者は黒い方と違って飛んでいるので、どちらかというと守りに秀でています。兵士や赤タンには飛行生物がいるのでこのカードでしっかりと蓋ができるわけですね。シェオルドレッドはなぜ禁止されなかったのか。
という感じですが、シェオルがいなかったら本当に赤単の天下でしたね。ウィザーズが BO1 環境を考慮してるわけではないと思いますが、ちなみに潜伏工作員の枠は今もだいぶ悩んでます。これ1ターン目にキャストするの結構むずいので、サレアに関しては人間ですが文句はありません。ダニサレアと出すだけで勝つ試合はかなり多いです。こんなところですかね。さて、このデッキの強さですが、多分そこそこ強いですね。ちょっと上触れすぎて先手引きまくってるので進化は図れていないのですが、タイヤカタンに関しては5戦5勝なので少なくとも目的通りのデッキにはなったかなと満足しています。白相手も割とやれているのですが、問題はエンチャですかね。大きくサイズ負けすると苦しい展開になりがちです。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。動画に反応がもらえるととても嬉しいです。また、チャンネル登録やフォローまだの方はよろしくお願いします。目指せ3000人です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。